宙の果てまで人類はどこまで広がれるのか。今日は私たちが将来的に到達できる宇宙の限界について探ってみたいと思います。もし私たちが現在直面している存亡の危機を乗り越え、恒星間や銀河間の移動を実現できれば、人類文明はどれほど遠くまで拡大できるのでしょうか。答えを先に言うと、最大で半径約165億光年の範囲内、約200億の銀河に広がれる可能性があります。しかし、その達成には高速に近い速度での旅行技術と、すぐに行動を起こすことが条件となります。人類は太古の昔から探検家でした。世界中に栄えた偉大な文明は、私たちの落ち着きのない祖先たちの探求心によって築かれてきました。現代では、地球上にはもう探検すべき場所があまり残っていませんが、見上げれば、そこには私たちを待つ広大な宇宙が広がっています。未来の世代はいつか宇宙を探検し、さらには他の銀河系全体に定住するかもしれません。しかし、私たちが拡大できる宇宙には、物理法則による厳しい限界があるのです。社会学的、技術的、政治的、環境的な要素など、予測不可能な要素は数多くありますが、物理学と宇宙論によって計算できる範囲では、私たちの未来にどれほどの可能性があるのか、かなり明確な限界を示すことができます。今回は、人類の探検範囲について考えていきます。私たちが天の川銀河から見える宇宙の最大範囲は約630億光年です。これは現在の視界よりもわずか 1.5 倍程度です。ダークエネルギーの働きにより、宇宙の地平線は私たちに向かって収縮していくからです。しかし、家を離れれば、もっと遠くまで見ることができます。まず、この思考実験の条件を設定しましょう。最も重要なのは、高速のかなりの割合での銀河間旅行が可能であるということです。極端な速度での飛行や、衝突や放射線からの船の防護など、様々な選択肢があります。星間を飛び回ることが可能なら、銀河間の移動も可能かもしれません。ただし、1回のジャンプで数十万年保存できる方法が必要です。冷凍保存技術、世代線、あるいは AI を送るなど、具体的な方法は今日の議論では重要ではありません。いつの日か銀河間を移動することが可能になり、新しい銀河それぞれで文明が広がり、新たな方向へと新しい銀河に向けて船を打ち上げると仮定します。また、途中で他の拡大する文明に出会わないと仮定します。しかし今日は、人類の最大限の拡大範囲を把握することが目的ですので、宇宙に私たちだけがいると想像しましょう。これらの過程の下では、人類、あるいは私たちの後継者たちが、徐々に広大な宇宙空間を埋めていく、成長するバブルを占めることになります。しかし、そのバブルはどれほど大きくなれるのでしょうか。宇宙は永遠に存在し続けるかもしれませんが、私たちの影響範囲の未来的な広がりには根本的な限界があります。遠くの銀河に手を伸ばそうとしても、宇宙の加速的な膨張によって、それらの銀河は私たちから遠ざかっていきます。最終的に、私たちはある程度までしか拡大できないのです。この分析の最初の部分では、オックスフォード大学のヒューマニティ未来研究所のトビー・オード氏の論文を参考にします。オード氏の論文では、宇宙の膨張を考慮した上で、私たちが到達可能な範囲を計算しています。まとめると、4次元の時空から空間の2次元を取り除くと、X 軸に置く一つの特殊な次元と、Y 軸になる時間が残ります。運動は対角線で表され、最大速度は高速で45度の角度、それより遅いものはより急な軌跡を取ります。宇宙の膨張を考慮すると、私たちが信号を送れる未来の範囲にも限界があります。これが未来の光円錐です。未来の光円錐は、今日送られた信号が到達可能な全ての時空点を定義し、また、今日高速の船を打ち上げれば訪れることができる全ての点を表します。光より速く移動することはできないので、未来の光円錐の外側の領域は永遠にアクセス不可能です。私たちの過去と未来の光円錐は、時間の経過とともに変化します。そして移動するにつれて、より遠い領域からの光が私たちに届く時間ができ、過去の光円錐は拡大します。また、未来の光円錐が上に移動すると、より多くの時空がアクセス可能な範囲から外れていきます。除外される領域は空間の位置だけでなく、時間の瞬間も表します。
いくつかの遠い時空点には到達できません。しかし、地空図では、より遅い時間ではありますが、最終的に空間のあらゆる場所に到達できるように見えます。しかし、膨張する宇宙は私たちが見たりアクセスしたりできる範囲を制限します。これらの線は、宇宙の膨張に固定された点の動きを表しています。銀河は互いに離れていき、これらの軌跡に従って動きます。最初は全ての物質の相互重力のために膨張が遅くなりますが、その後、ダークエネルギーのために再び加速し始めます。しかし、重力とダークエネルギーの両方を一旦無視して、全ての銀河がいつも同じ速度で動くと仮定しましょう。今や軌跡は直線です。より遠い空間の点はより早く離れていき、ある距離では高速で後退します。これがハッブル地平線です。また、直感に反して、光はハッブル地平線を越えて過去から私たちに届くことができます。しかし、一定の速度で膨張する宇宙の場合、内側からハッブル地平線に到達することを決してできません。なぜなら、その地平線は高速で拡大しているからです。しかし、私たちの宇宙では、ハッブル地平線は遠ざかり続けるわけではありません。数十億年前、それが私たちから離れる動きは遅くなり始め、現在は再び私たちに向かって動いています。これはダークエネルギーによるものです。膨張率が加速しているため、超高速膨張の境界であるハッブル地平線は私たちに近づいています。このため、私たち自身のハッブル地平線を実際に超えることができます。図に修正を加えるとよりわかりやすくなります。X 軸のメモリを再定義して、絶対距離ではなく、膨張する空間に固定された点を表すと想像してください。これらは共同座標です。宇宙の膨張とともに動きます。地空図の Y 軸を再調整して、光が再び45度の角度で移動するようにすると、より簡単に見ることができます。上部で時間を圧縮し、下部で拡大します。図の下部はまだビッグバンですが、今や上部は無限に遠い未来です。これは境界変換と呼ばれています。そこで今、境界共同時空図を手に入れましたが、その名前にもかかわらず、宇宙学者の生活をより簡単にします。例えば、どの高速信号が無限の未来を含む任意の時間の私たちに到達できるかを見ることが簡単になりました。私たちの崩壊するハッブル地平線と合流する信号だけが私たちに届き、それが宇宙の私たちの究極の眺めを定義します。私たちの未来の粒子地平線です。私が今描いたこの境界は宇宙論的事象地平線であり、その外側にあるものは決して私たちに到達できません。しかし、ブラックホールの事象地平線と同様に、宇宙論的事象地平線は一方向には越えられますが、もう一方向には越えられません。この場合、内側から逃げることはできるが外側から入ることはできないという点で、ブラックホールの地平線とは逆です。地空図では、高速で地平線を越えることで、私たちの局所的なバブルから出ることができ、原理的には永遠に旅をし続け、その過程で無限の距離をカバーすることができます。これを小学生でも理解できるように例えると、大きな風船の表面に多くのシールを貼ったとします。あなたは一つのシールの上に立っていて、風船を膨らませ続けています。近くのシールには手が届きますが、遠くのシールは風船が膨らむスピードが速すぎて、どんなに速く走っても追いつけません。宇宙も同じように膨張していて、ある距離を超えると、光よりも早く遠ざかるため、永遠に到達できなくなるのです。オックスフォード大学の未来人類研究所のトビー・オード博士は、私たちが理論上到達できる宇宙の範囲を影響可能な宇宙と呼んでいます。彼の研究によれば、この範囲内には約200億の銀河があり、それらの中には約100害、1害は10の20乗の構成が存在すると推定されています。本当に別の銀河に行けるの？と疑問に思う方もいるでしょう。確かに現在の技術では難しいですが、物理法則に反するわけではありません。NASA のケプラー宇宙望遠鏡のデータによると、私たちの天の川銀河だけでも、少なくとも数十億の地球型惑星が存在する可能性があります。影響可能な宇宙全体では、約100系、10の20乗の居住可能な惑星があるかもしれません。この数字を身近なもので例えると、地球上のすべての砂浜にある砂粒の数は、およそ10の18乗から10の21乗と推定されています。つまり、
私たちが理論上到達できる居住可能な惑星の数は、地球上のすべてのサリューと同じくらいなのです。それほど多くの新しい世界が、私たちの潜在的な開拓地として待っているのです。地空図では、高速で地平線を越えることで、私たちの局所的なバブルから出ることができ、原理的には永遠に旅をし続け、その過程で無限の距離をカバーすることができます。しかし、ある点を超えると、実際には興味深い場所にたどり着くことはないでしょう。天の川銀河からは遠くなりますが、他のすべてのものはあなたが旅行できる以上の速さで離れていきます。明日、高速の宇宙船で家を出れば、現在の宇宙論的事象地平線上にある銀河に到達できる最も遠い銀河です。それらは現在165億光年離れていますが、私たちが到達する頃にはさらに遠くなるでしょう。その目的地の視点から地空図を見ると、私たちがその宇宙論的事象地平線内にある場合にのみ目的地に到達できることがわかります。これは、現代の宇宙では再び165億光年です。これが私たちの文明が広がれる距離の理論上の上限です。トビー・オードはこれを影響可能な宇宙と呼んでいます。半径165億光年の球体です。しかし、私たちがそれに到達するまでには、はるかに大きくなっているでしょう。彼は、影響可能な宇宙には約200億の銀河と約100害、1害は10の20乗の星があると推定しています。もしその地域内のすべての太陽系星の周りのすべての地球型惑星を占めると仮定すると、ケプラーミッションが天の川銀河について発見したことに基づけば、任意の時点で約10の20乗の占有惑星と、おそらく10の30乗の人類の子孫がいるはずです。この数字がどれほど巨大かを理解するために、比較してみましょう。地球上の現在の人口は約80億人です。10の30乗というのは、現在の地球人口の約125京倍にあたります。これは想像を絶する数字ですが、宇宙の規模を考えればありえない話ではないのです。宇宙論的事象地平線は徐々に私たちに近づいてきます。ダークエネルギーによる宇宙の加速膨張のため、時間が経つにつれて、私たちが到達できる宇宙の範囲は小さくなっていきます。オード博士の計算によると、私たちが出発を遅らせることに、平均して3つの銀河が永久に手の届かない場所に去っていきます。これは毎年のことです。つまり、毎日約8つの銀河に住む可能性が永遠に閉ざされているのです。わかりやすく例えると、大きな遊園地で、徐々に閉鎖されていくアトラクションを想像してください。最初は100個のアトラクションがありましたが、時間が経つにつれて次々と閉鎖されていきます。今日は3つ、明日はさらに3つと減っていきます。そして一度閉鎖されたアトラクションは二度と開かないのです。宇宙も同じように、一度私たちの手の届かない場所になった銀河は、永遠に到達不可能になります。また、資源の観点からも考察する必要があります。一人の人間が生涯に必要とする資源、食料、水、エネルギー、原材料などを考えると、10の30乗という人口を支えるためには膨大な数の惑星システムが必要です。幸い、宇宙には資源が豊富にあります。例えば、一つの典型的な恒星系には、惑星だけでなく、小惑星帯や彗星、オールトの雲などの天体も含まれており、これらは貴重な資源の宝庫です。また、太陽エネルギーを効率的に利用するためのダイソン級のような巨大建造物も理論的には可能です。さらに、将来の技術は現在の私たちの想像をはるかに超えるでしょう。ナノテクノロジーにより、原子レベルでの物質の再構成が可能になるかもしれません。核融合や反物質利用などの高効率エネルギー源も開発されるかもしれません。また、惑星テラフォーミング、地球に似た環境に改造することの技術も発展するでしょう。しかし、これほどの規模の人口拡大は、単なる数の増加以上の意味を持ちます。それは文化的、知的、精神的な多様性の爆発的増加を意味します。異なる環境で進化した無数の人類社会は、それぞれ独自の芸術形式、哲学、科学的洞察を生み出すでしょう。宇宙船は、まだ準備ができていないと思いますが、どれくらい待つと、宇宙のどれだけを失うのでしょうか。私たちのアクセスの限界は、出発する時点での宇宙論的事象地平線の距離に等しく、その地平線は私たちが先延ばしにするごとに毎年縮小しています。平均して、
3つの銀河が永久に手の届かないところに落ちていきます。十分長く待つと、光円錐はとても縮小し、私たちの地元の銀河団だけが利用可能になり、トビー王とが孤立の時代と呼ぶものが生じます。少し時間の余裕はあります。10億年後には、影響可能な宇宙のわずか 20% を失い、孤立の時代は今から約1000億年後までは始まらないでしょう。人類の未来の規模は、私たちがいつ出発するかによって異なりますが、どれくらいの速さで旅行するかにもよります。宇宙は至るところで均等に膨張しているため、影響可能な宇宙の大きさはおおよそ私たちの速度に比例します。高速の半分の速度では、影響を及ぼせる宇宙は半径の約半分になるので、高速旅行と比較して占める球体は約8分の1の体積になります。しかし、それでもたくさんの銀河があります。平均して少なくとも高速の 20% で旅行している限り、10億以上の銀河にアクセスできるでしょう。人類の未来の潜在的な大きさについて理解したところで、より大きな数字を考えてみましょう。では次に、人類が観測できる宇宙の範囲について考えてみましょう。遠い未来、孤立の時代には、私たちの過去の光円錐が包含できる物質の量に限界があることが分かりました。私たちの観測可能な宇宙は約640億光年の半径になり、現在の465億光年と比較されます。これらは共同単位です。したがって、最終的には現在640億光年離れている物体からの光を見ることができますが、実際に艦隊を打ち上げて宇宙中に広がるなら、未来の人類は異なる過去の光円錐を持つことになります。すぐに出発し、孤立の時代まで高速近くで旅行を止めない探検家とその子孫たちは、ある方向に遠くの天の川銀河を見て、彼らの観測可能な宇宙は、もう一方の方向に165億光年ずれ、天の川銀河に留まった人々が決して見ることのない何十億もの銀河を包含するでしょう。私たちがいつか観測できる可能性のある空間の領域を、すべての可能な高速探検家のすべての過去の光円錐の組み合わせとして定義できます。王道はこれを究極的に観測可能な宇宙と呼び、その幅は約1600億光年です。これを教室の例で考えてみましょう。あなたが教室の一角に座っていると、窓からは校庭の一部しか見えません。しかし、クラスメイトが別の窓から外を見れば、別の景色が見えます。全員の見た情報を合わせれば、校庭全体のより完全な絵が描けます。宇宙も同様で、異なる銀河に到達した人類の子孫たちは、私たちが地球から見ることのできない宇宙の部分を観測できるようになるのです。観測可能な宇宙と影響可能な宇宙の違いについても説明しておきましょう。観測可能な宇宙とは、光が私たちに届く範囲のことで、現在は約465億光年の半径があります。理論上、この範囲は将来約640億光年まで広がると予測されています。一方、影響可能な宇宙は、私たちが高速で移動しても到達できる最大範囲で、約165億光年の半径です。小学生にも理解しやすいように例えると、観測可能な宇宙は見ることができる範囲、影響可能な宇宙は、行くことができる範囲と考えられます。例えば、高い山から遠くの島々を見ることはできても、実際に泳いで到達できる島は限られているようなものです。私たちはいつか宇宙の広大な領域を埋め、さらに多くを見るかもしれませんが、お互いに何を発見したかを伝えたり、本当に自分たちを宇宙文明と呼んだりすることはできないでしょう。私たちの遠い未来の子孫たちは、互いの事象地平線の外側にある、因果的に切断された何百万もの地域に散らばっています。それらの間でのコミュニケーションは不可能であり、おそらく何十億年もの間に、これらの全焼基地は文化と外見において分岐するでしょう。しかし、その孤立ははるかに早く始まります。2022年の論文で S.J. オルソンは拡大する文明がその絶えず増加する範囲にわたって接触を維持する能力を研究しました。彼は、孤立の時代までに拡大する文明が双方向通信を行うことができる回数を計算しました。もう一度時空図を使いましょう。コロニー線が例えば高速の 20% で外向きに旅行します。彼らは断続的にメッセージを家に送り返し、そのメッセージは高速で移動し、返信メッセージも同様です。この通信の遅延を日常生活の例で考えてみましょう。
地球から火星への通信は、両惑星の位置関係によって4分から24分かかります。これは一般的な会話が成立しない程度の遅延です。しかし、恒星間では状況はさらに厳しくなります。例えば、最も近い恒星系であるケンタウルスザールファ星までは約 4.37 光年の距離があり、メッセージを送ってから返事を受け取るまで最低でも 8.74 年かかります。銀河間の通信となると、時間スケールはさらに途方もなく大きくなります。アンドロメダ銀河までは約250万光年ですから、メッセージを送って返事が返ってくるまでに500万年以上かかります。この時間の長さを理解するために、500万年前の地球を想像してみてください。その頃、人類の祖先はまだ初期の段階であり、現代人のような脳容量にも達していませんでした。こうした通信の遅延は、宇宙に広がる人類社会にとって根本的な課題となります。互いに効果的にコミュニケーションを取れない社会は、やがて独自の文化や言語、さらには生物学的特性まで発展させていくでしょう。これは人類史上初めての意図的な種文化と言えるかもしれません。各コロニーは独自の進化の道を歩むことになります。例えば、高重力の惑星では、短く筋肉質な体型が有利かもしれません。低重力環境では、長く細い体型が適応的かもしれません。また、異なる放射線レベルや大気組成に対応するために、皮膚の色や呼吸器系の構造も変化する可能性があります。一部の探検家がただ旅行し続ければ、返信が彼らに追いつくのに時間がかかります。往復メッセージの総数は、各コロニーグループが孤立の時代までに移動できる距離によって異なります。もし私たちの平均速度が高速の 20% なら、私たちの最終的な広がりの大部分は本拠地と複数回のコミュニケーションを持つことができますが、体積の半分以上は2回以下のコミュニケーションしか持たず、災害演武には、そのコミュニケーションのどれからも返信メッセージを受け取るには早すぎる拡張領域があります。しかし、平均速度が高速に近ければ、拡大する入植者の大部分は、何十億年もの旅の間に地球から何も聞いたことがなく、これからも聞くことはないでしょう。人類の未来は、もし私たちがそれを望むなら、非常に大きなものとなり、おそらく200億の銀河に生命と心を満たすかもしれません。あるいは、永遠を過ごすのにもっと良い方法があることに気づくかもしれません。しかし、もし拡大することを決めるなら、成功の可能性を最大化するよう努めるべきです。できるだけ早くあらゆる方向にコロニー線を飛ばすことが必ずしも最良の方法ではないかもしれませんが、宇宙の余りを逃さずに銀河間計画を微調整するには10億年という時間があります。この10億年という時間は人類の現在の進化史、約300万年と比較しても途方もなく長いものです。この間に、私たちはより効率的な宇宙船を開発したり、宇宙旅行に伴う危険、放射線被曝、微小隕石の衝突、心理的ストレスなどへの対策を練ったりすることができます。また、最初の宇宙船が出発する前に、慎重に何を持っていくかを考えることも重要です。単に人間と生存に必要な最低限の設備だけでなく、人類の文化的、知的遺産を保存することも考慮すべきです。例えば、音楽、文学、芸術作品、科学的知識、哲学的思想などを包括的にアーカイブ化し、新しい世界に持っていくことで、人類の精神的連続性を維持できるでしょう。さらに、地球上の生物多様性のサンプルを保存することも考えられます。遺伝子バンクやシートバンク、さらには冷凍保存された様々な生物種のサンプルを持参することで、新しい惑星で地球の生態系を再現したり、適応させたりする可能性が広がります。しかし、最も重要なことは、宇宙に送り出す人々の価値観と倫理観です。彼らは、新しい世界で人類文明の基礎を築く創設者となります。彼らの持つ価値観平和、協力、多様性の尊重、環境への配慮などが、星々に広がる人類の未来を形作るでしょう。歴史上の植民地化の過程で犯された過ちを繰り返さないよう、慎重に準備する必要があります。空は私たちを呼んでいます。もし自分自身を破壊しなければ、いつか星々に冒険するだろう。そうカール・セーガンは言いました。私たちの種の宇宙的な広がりは潜在的に膨大です。もし子孫たちを地元の時空の地平線を越えて送ることを選ぶなら、それは大変な責任になるでしょう。
宇宙旅行を実現するための技術的課題は膨大です。現在考えられている方法にはいくつかあります。一つは広範技術で、巨大な超薄型の砲を宇宙船に取り付け、レーザーや太陽光の圧力で推進するというものです。ブレイクスルースターショット計画では、この技術を使って小型探査機を高速の 20% 程度まで加速させることを目指しています。また核パルス推進や反物質エンジンなどの概念も研究されています。しかし、銀河間旅行において最も大きな課題の一つは時間です。アンドロメダ銀河は私たちに最も近い大きな銀河ですが、約250万光年離れています。高速の 10% で移動しても、到着までに2500万年かかります。このような長期間の旅では、世代線という概念が考えられます。これは、最初の乗組員の子孫が目的地に到着するというものです。宇宙船は小さな惑星のように自給自足のシステムを持ち、何世代にもわたって人々が生活します。もう一つの方法は冷凍睡眠のような技術で、乗組員を低体温状態で保存し、目的地に近づいた時に目覚めさせるというものです。また、高度な人工知能を搭載したロボット探査機を送り、目的地で人間のクローンを作り出すという方法も理論的には可能かもしれません。私たちの種の宇宙的な広がりは潜在的に膨大です。最後に宇宙の時間スケールについても考えてみましょう。宇宙の年齢は約138億歳です。これを1年間のカレンダーに例えると、ビッグバンは1月1日、現在は12月31日の深夜です。そのスケールでは、人類の全歴史は12月31日の最後の数秒に過ぎません。10億年後とか1000億年後という言葉を使いますが、それがどれほど長い時間なのかを本当に理解するのは難しいでしょう。人類の文明史はわずか1万年程度です。1億年前には恐竜が地球を支配していました。10億年前には多細胞生物さえまだ存在していなかったのです。このような長期的な視点で考えると、人類の進化の可能性も考慮する必要があります。仮に私たちの子孫が銀河間旅行を実現し、様々な環境に適応していくとすれば、数百万年後には、彼らはもはや現在の私たちと大きく異なる存在になっているかもしれません。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。